はい、こんにちは。トールと申します。天聖王女と天才令嬢の魔法革命の1話を視聴しました。いや、かなり引きつけられましたので、今回は原作未読アニメ視聴者視点での感想や注目点共有していきたいと思います。で、こちら1話になりますので、まずは軽い作品の紹介とネタバレなしの感想を言った後に本編のネタバレありの感想に入っていきたいと思います。このチャンネルはアニメ本編からわかる作品の面白さの共有や気づくと作品をより楽しめるような深掘りなんかを行ってますので、よろしければお付き合いください。天聖王女と天才令嬢の魔法革命、こちらは小説原作の異世界転生ファンタジーになります。いわゆるナロー系アニメと呼ばれるものですね。コミカライズなんかもされています。点々なんて略されているようですよ。ストーリーとしましては、王族でありながら魔法が使えない王女様がある日前世の記憶を思い出すという形の転生ものになってますね。魔法に愛されなかった異端の天才アニスフィアと誰よりも魔法に愛された天才ユフィリアの2人の革命の物語となってまして、でこちら1話をね見てみてのネタバレなしの感想としましては、1話の段階ではまだ全然ねストーリー始まってもいないのに、すごくシナリオの緩急が効いていて面白かったんですよ。でなんでこんな面白いのっていうところを分析していくとなかなか楽しいんですけど、特にねやっぱりその乗りやすい部分としましては、キャラクター主人公アニス王女の軽快さがねめちゃくちゃ癖になって今後の2人の掛け合いをもっとね見ていきたいなと期待できる形にはなってます。なんかそれを見ていくだけでもね楽しめそうだし、そしてまた世界とか魔法の描写もね作り込んで書かれていますし、またこの作品ならではのユニークな部分なんかもですねちらちらと垣間見えますので、ちょっとずつ世界観を考察していくのも楽しいんじゃないかなと、思いました。ストーリー的にはねまだまだ未知数ではあるんですけど期待できるかなと思いましたので、興味のある方、機会のね、ある方はですね見てみてはいかがでしょうか。なんか今だったら1話無料配信とかも結構されてると思いますので、よろしければね、見た後にこの後のね動画もお付き合いいただければ嬉しいです。ではここからは本編視聴後の感想、注目点を共有してみたいと思うんですけど、いやー1話どうでしたか？自分はめちゃくちゃ面白くて、なんでそのストーリーまだ始まったばっかりなのにこんなにワクワクするんだろうと思ったんですけど、一つはねこれねやっぱりねシナリオが綺麗で緩急が効いてるんですよね。つまり、今回っていうのは空を飛びたいアニスの奮闘と、王子との関係で悩んでるユフィリアのねストーリーっていうところ、でそれが卒業パーティーでの事件につながってくる形になるんだけど、ここの書き方めっちゃうまいんですよね。最初の冒険者のその討伐依頼に乱入する姫様の描写も、その冒険者っていうもののねあるある感のあるやつね、よせ無駄だみたいなことを言葉足らずに言うね、ベテラン冒険者とかのやり取りはねフォーマットっぽくはあった、よくあるテンプレっぽくはあったんだけど、でもそれを説明しながらこの世界における、冒険者の中でもこの姫様というイレギュラーの存在がいるっていうね、説明をしながらも、ちょっと魔法を使わずに戦ってることって異例なんだなっていうところを見せる。そして視聴者にはこいつ転生者やって気づけるようにしてますね。ウィンウィンが通じないっていうところでね、困っていたり、後で横ピースもしてたんですけど、多分横ピースの意味するところとかね通じてるのないんじゃないかなと、思われます。ただこれは後のその王家的には OK ですよだとかですね、ほうきが好きすぎて継承権を放棄したみたいなですね、言ったら日本語だから通じるダジャレが他の人にも通じていた、ことから、厳密に言語体系を突っ込むところじゃなくて、転生者ゆえのね、バグみたいなところをポップに楽しめばいいんだよと、作られていたと思います。そんなわけで冒頭のシーンの中からでもですね、その世界観とともに作品感をね、出していたつかみかなと思われます。その後ですね、ちょっと窮屈な王家のね、やり取りなんかが書かれます。貴族王族、弟の内心が見えないところなんかもかなり絶妙だったと思いますね。そんな感じで放棄でね空を飛ぶために頑張ってるアニスではあるんだけど、この中で弟の婚約者の話が出てきて、ここからですね、ユフィリア側に視点が移っていきます。そう、ユフィリアは結構ね悩んでいたことがわかるんですが、この辺りはね言葉では語られていないんですが、この辺のね映像描写がなかなか気が利いてるんですね。
で言ったらまあ真面目に婚約者をやろうと頑張ってるんだけど、最終的には明らかに陥れられてしまいます。はい。ここもですね、王子が何か勘違いしてる、騙されていることはわかるんだけど、じゃあどこの悪意がどういう方向に暴走したのかっていうところは見えないんですね。そもそも平民の女の子に入れ上げるっていう時点で王子自身の乱心的なところが間違いなくあるんだけど、でもそれは原因はどこにあるのっていうふうに考えると、もしかしたら例えば姉にあるのかもしれないですね。そかアニスが姉やからややこしいですね。はい。姉にあるのかもしれません。逆に言ったらユフィリアの隙がありすぎたのかもしれません。何かに付き得られるような隙をね、作っていたのかもしれません。言ったらその王子との関係性をこの年までちゃんと作ってこなかったという見方ができなくはなくてですね、この辺りこじれてるし、誰がどうともなかなか読めないんですよ。明らかに、悪意を向けられてしまっていますので、これは何とかしてあげないといけないとは思うんですが、ともあれ、その部分もですね、我々視聴者はですね、いや、弟くんはどこまで分かってたんだろうとかですね、弟はどういうつもりだったんだろうとか、もしかしたら姉に対する何かの思いがあってね、生活が歪んでしまったんだろうかみたいなことがいろいろと見えてですね、単純になんか貶められて、フラストレーションが溜まるというよりは考察材料がなかなかに多いんですね。そしてですね、もしかしたら原因かもしれない姉が、窓ガラスを割って突っ込んでくるわけですよ。いやーみんなね、魔法少女になったらやってみたいことランキングでもトップに入るかなと思いますけどね、ほうきで窓ガラスを突っ込んでくるってね、ところだと思いますが、それが略奪してね、去っていくわけで、冒頭の略奪姫を回収して終わるっていう形になってきますので、はい。全部のシナリオきれいに繋がっていて面白いんですよね。だから全然これから何が始まるのかもよく分からへんし、そもそも世界観も微妙に分からへんし、ね、言葉ではユフィリアの、苦しみみたいなのってあんまり語られてはいないんだけど、でもですね、察してる部分が多すぎるからこそね、今後の展開も期待できるようになってるんですね。そんなわけで各パートにおいてちゃんとね、緩急強弱が効いていてね、言葉にしない部分の演出も気が利いていて、でアニメーションはちゃんと仕事をしてるっていうところなので、なかなかに見事であっという間に終わりましたね。これはなんか今後の展開も期待できるんじゃないかなと、個人的には思ってるんですけど、どうでしょうか。はい。今回はですね、卒業パーティーの事件に対してですね、略奪姫が元婚約者を略奪していくというストーリーになってました。もうこれだけ聞くとすごい面白いんですけど、はい。皆さんの感想をまた教えていただけると嬉しいです。それではここからはポイントごとにね、だらだら話をしていきますので、既得な方はね、お付き合いいただければと思います。まずね、この作品本当にキャラクターの見せ方がめちゃくちゃうまいんですよね。これお父さんとのやりとりでね、ちょっと笑ってしまったんですけど、今日ね、親父がバッカモンって言うかってね、思うんですけど、ここでのそのアニスもですね、ちょっと面白いんですよ。言ったら DV 反対みたいなことを言ってですね、論破したったみたいなことをね、自分の中では言ってるんだけど、何を言ってるかお父さんたちには通じてなくて、これ空回りなんですよね、基本的に。ちょっとしたズレ感とかですね、あとは煙に巻く部分だとか、転生者っていうものがね、異世界にやってきてですね、ボソっていうセリフがね、すんごいそれっぽくてね、笑っちゃうんですよね。分かってますよ、分かってないんだよなって言ったり。アル君に怒られた時にめっちゃ怒るじゃんってちょっと素に戻ってる感じとかね、全部面白いですし、またですね、なるほど、どっからどこまでかが転生者なのかは分かんないけどね、これは転生者ネタなのかなと思えるようなところも、結構あると思います。例えば指差し確認めっちゃちゃんとしてたじゃないですかね。これは安全確認ちゃんとするように言われてるからこそのね、指差し確認なのかなと、思われます。異世界の人たちにどこまで通じてるかはわからないんですけどね、転生者が異世界に行った時に、その知識としてではなくなんか習慣としてね、それをやってしまう感じがすごく出ていて、自分はね、このね、指差し確認シーンめちゃくちゃ好きでしたね。そしてですね、それだけじゃなくて一番自分が好きなのはそのアニスがなかなか魅力的であることは、よくわかるんですよ。ただそのアニスと他のキャラクターのやり取りっていうのもなかなか良くて、僕一番ティルティのとこに行ったところのシーンがすごい好きで、これ研究室、薬剤師なのかな、
分かりませんが、まあティルティのところでですねやり取りがあって、ここのシーンね多分ね一番退屈なシーンなんですよ本来。密室の部屋の中でアニスの過去の話とか弟の婚約話みたいなところとか世界観の説明みたいなところをするので、絵的には一番地味な退屈なシーンですね。ただ知識がいっぱい入ってくるからこそ、そこを見ていられるようなシーンですね。いわゆる小説原作のものをアニメ化した時にありがちな、どうしてもこの説明は省けないからその説明をうまく、ごまかしながらなんかイメージ映像を使ったりだとかね、過去の映像とかを差し込むことによってなんとかごまかすみたいな、シーンにはなってしまうんですよ。別にそれ悪いことじゃないですね。なんかもうおなじみだからね、そこは気抜いて見れればみたいな、説明に集中できればっていう形なんだけど、このね作品ねそうしないんですよね。そう説明は説明で結構ちゃんとね、やっていくわけなんだけど、これね絵的に面白いんですよ。まあ知識として世界観として薬剤を調合するシーンなんかをちゃんと映しながらもですね、これ2人の関係も書いてるんですね。つまりまあ最初って正面向き合わってですね魔石の話なんかをしてたわけなんですけど、それぞれが自分の作業にね、集中しだすとですね、まあ、世間話的に話をするんだけど、ただ魔法が使えないアニスの話になった時にはティルティはそこを気にかけてですね、ちょっと体を向けたりだとかね、ちょっと喧嘩を打ってね、言ったら葉っぱをかけてですね、くれたりだとかで、と思いきやですね下から見上げるようにね励ましてくれたりするわけですよ。なんだかんだでアニス側に寄り添ってくれてるめちゃくちゃいい友人であることがまあこの絵的によくわかるんですよね。こういうなんか映像としては退屈なものになりがちなところを説明じゃなくてこの2人の関係性で示すっていうね、アニメーションの仕事の仕方は自分はかなり好きでしたね。最終的にはちゃんと話聞いてやろうって言ってですね椅子に腰をかけてですね話を聞き、話聞きながらもまあアニスのちょっと奇人変人っぷりにねあーってなるねこのティルティさんねなかなかに良かったと思います。僕この研究室のシーンは本当に音声消して皆さんご覧になってみたらですね、彼女がどういう関係でね、アニスのことを思いおもんばかってくれているかが、わかるんじゃないかと思います。ちなみにね話題としても結構重要ではありますね。アニスにとってどうやらですね、はいまあ今回のユフィリア城っていうのは憧れの始まりだったんじゃないかと思われますね。魔法を使っているところを見てしまって憧れてしまったがゆえに、自分もほうきで空を飛ぶことを諦めきれなかった部分が、あるんじゃないかなというふうには思います。まあ記憶が戻るタイミングが、どうかわからないんですけど、そしてですねその時に飛んでいたのはですね2羽の鳩なんですね。この2羽の鳩っていうのがですね言ったらまあアニスは過去のことを思い返してるんだけど、その鳩はね、今もまさに飛んでいて、ユフィリア城は今から王子と話をするつもりでね、いたわけです。まあ、話というかですね王子とお茶会をするつもりでね、いたわけですので、ここにつながってくる意味では2人が新しく羽ばたいていく、未来を示唆していたともね、言えると思います。なかなかにねキャラクターの見せ方とねアニメーションの演出の仕方がね光っていたかなというふうに思われますね。とにかく軽快でね楽しくなってしまうアニスと違ってまあ王子アル君というフィリアのね、やり取りなんかについては結構重めなんですよね。ただですねなんか分かりやすい重さという形じゃなくて描写回収とか時系列がちょっとずれて書いてることによってあなるほどってね、最初ユフィリアが出てきた時に決心した顔でねどこかに向かおうとしてたんだけど、これ何に向かってようとしてたのかっていうとお茶会なんですね。でなんでお茶会に向かう時に決心していたのかっていうとそれは、その日もしくはその前日とかに学校でのことが関わってくるんですよね。つまりここ回想シーンなわけですね。学校において王子がねその平民出身の子と仲良くしていることをですね、まあ取り巻きたちがですねあれはちょっとって言うわけですよ。ちなみにこの子たちって多分最後に証言していた子たちだと思うんですね、だからですねこれはこの時点から言ったらですねこのユフィリアに対してユフィリアを煽っていた、可能性なんかもあると思います。はい、まあ命令されていたのかもしれませんけどねこの子らは間違いなく嘘つきでいいと思いますね。
でそれがあったからこそおそらくユフィリアは自分が言わなあかんやろうと思ってね、平民の子に声をかけます。ここもね、さらに回想シーンが重なってくるんだけど、自分から頭下げてるんですよね、ちゃんと。こんなこと言うのはすごい心苦しいんですけどって言って、平民出身者に対してちゃんと正しくあろうとして頭を下げてるわけですよ。なんだかんだでユフィリアは本当に生真面目でね、ちゃんとしようちゃんとしようとやってるんだけど、でも孤立していっていたこともなんか納得いきますよね。で王子のことを待ってたんだけど、王子は来ずにですね、でも王子とその話しないとっていうところは頭に残っていて、ね、だから王子にですね語るわけですよ。その親しくする相手は選ばなきゃいけませんよっていうわけですね。それはさすがに王族が平民出身のことをね、仲良くばっかりしていたら、しかも婚約者がいる身でねいるのは外分が悪いですよっていう意味のね、まあ心からの言葉なんだけど、それが王子はよく言えたものだなと。この時点ですでに王子はですね、言ったらこう騙されてるわけですよ。そう、ね、誰が糸を引いてるかわかんないですけど、ともあれユフィリアが全ての首謀者っていうね、情報を持った上で来てるから、で王子は王子でそのことを追求しに来てたんですね、今回ってここでね、お茶会に。でもユフィリアは人は選んだ方がいいよ、分かった、じゃあ私も自分にふさわしい相手選ぶことにするからそれでええんやなっていうね、まあダメ押しやったんですよね、王子的には。でもそれって完全に見当外れたからこそね、ユフィリアも全然ね、自分の中で身に覚えがなくてですね、話が完全にすれ違っている形。結果、王子とユフィリアは婚約者であったんだけど、最後まで心を通わせることができなくて、今回のことになってますので、これはね、どっかに首謀者はいるんだと思うんですけど、まあ、例えば平民のことも思えないですし、その他の貴族ともちょっと思えないですよね。証言に関してもそのユフィリア城が実際にあったかどうかを全員が見ていたかどうかってちょっとわからないですし、集団的なごまかしとか陥れなんとすると、それはそれで結構手がつけられない形にはなります。まあこのなんか周りのメンツのその服装というか雰囲気がここでね並んでいた人たちにちょっと似てるんですよ、皆さん。そんな気しません？僕はそんな気がしてるんですけど、これまあつまりその王族のね後ろについて回ってる貴族たちの利害関係的にユフィリアが落ちてくれると嬉しいなと思ってる人たちの可能性はあるんですけどね、ともあれまだ何とも言えないですね。そうただまあアル君自身が多分無活であることは間違いないんですよ。でもねこれもねお姉ちゃんのせいな気もするので絶対こんな姉いたら苦労するので、弟くんはね。そんなわけでですね、まあまあ、すれ違いは起きたんだけど、まあ、この事件に関しては後々ね、回収されていくんじゃないかと思いますね。なんか、ユフィリア自身の汚名はちゃんと返上してあげないといけないと、思われます。まあ、タイトルはね、魔法革命なので、はい。2人は全く別の道を歩み出す可能性なんかもあって、はい。もしかしたら、王家関係の話は回収されないかもしれないということで、本当に、今後の展開がまだわからないからこそね、どこにまあ振っていくのかっていうところ楽しみにしたいなというふうには思ってます。魔法科学により開発したアイテムなんかもなかなかに面白かったですね。この辺りは次回あたりに説明されそうな気がするんですけど、魔力のないものでも魔法を使えるためのねアイテムというか技術なんだと思われます。ほうきに関してはですね、その今回冒頭にね乗っていたほうきもですね、なんか宝石っぽいものがついていて、これって魔石なのかもしれませんね。今回ってちゃんと魔石を確認して飛んでいたんですけど、まあ今回手に入れた魔石が赤かったのでね、今回手に入れた、上質な魔石を使ってほうきのね、出力を上げたのかなというふうには思われます。ちなみにまあ出力が上がりすぎてぶっ飛んでいったのかなというふうに考えるとですね、まあそのまま制御が効かなくてね、窓ガラスを突き破って入っていったのに、そのままねほうきを改善することなく2人乗りを決める姉っていうところでね、やっぱねこの姉はなかなかにピーキーですね。弟は苦労すると思います。他にはアイテムというかね、武器としましてはマナブレードですかね。はい。ナイフがちょっと高出力のね、ブレードみたいな形になっていました。そのウルフに対して蹴りを食らわせてですね、太ももからスッとナイフをね、抜き出して、ウルフをね、倒す描写なんかはちょっとかっこよかったですね、この辺りね。
でその切れ味に関しては見事なものだと言われていましたので、やっぱりこの技術が、だんだん発展していくと貴族はね、自分たちのアイデンティティがね揺らがされてしまうんじゃないかなと、思われて楽しいですね。他には最後ねこれですよ。なんかここだけちょっと身を削ってる感じがあってよかったですね。つまり今回魔石をなんか砕いたりしてねその薬を作っていて、そう多分ここに魔力みたいなものが秘められていて、それをまあ放棄にも利用するんだけど、使ってるものもちゃんと魔力的なものを使わないといけないからね、多分それで作った薬を飲まなきゃいけないんでしょう。そうしないと魔法というか魔法道具みたいなものがね使えない形なんだとすると、身を削ってるんですよね、なんだかんだで。ここがなんか単純に魔法と科学両方の技術を使って安全にね、楽ちん主人公ってわけじゃなくて、少なくとも現状のアリスっていうものはね、冒険者として戦うために薬を飲んで身を削っている形になりますので、この辺のね甘くない感じがいいですね。ちなみになんか薬学的なものは結構その進んでるのかもしれません。アニスのお父さんがですね、多分胃を痛めてると思うんですけどね、胃薬みたいなものを飲んでいましたので、この辺りの文明の発展はね、我々の考えている中世ヨーロッパとは違う可能性なんかもあってですね、やっぱね、この今のうちはね、その世界観に対する考察がね、すごく楽しいなと、思える部分ではあります。まあ世界観というか歴史観だけじゃなくて、その自然物なんかもすごいですよね。なんかその王様の王都がある、これは全部で国なんですかね。なんか結構狭いんですよね、パッと見た感じで。やたらと城の周りでもですね自然が豊かでですね、ものすごい自然が豊かな場所だなと。でめちゃくちゃ自然が豊かな場所なんだけど、庭園なんかもちゃんとあってですね、なんかこう緑とかが身近にあった方が環境的にねなんかいいような文明なのかもしれません。この辺もちょっとね掘り進めていくと楽しそうですよね。はい、まだまだ物語始まったばかりで、世界観に関してなんてもう冒険者とかがちょっと教えてくれたぐらいなんでね、今後をね、楽しく追っていきたいなと思います。それでは最後に注目点というかね期待したい部分について話をしたいと思います。まだ1話ですしね、ストーリー始まったばかりですよね。でそもそもこの2人がどこへ向かっていくのかっていうところはまだ示されていませんので未知数な部分が多い、それなのにこんなにワクワクして楽しいっていうね、いい1話だったなと思ってます。魔法科学ってどんなものだとか貴族社会とかね、そういったところのしがらみだとかね、社会構造を変えるような革命が行われるのかとか、あと今回のねユフィリア城の一件に関して言うなら黒幕はいるはずですので、そこへの追求がなされるのかっていうね、ところだと思います。そんなわけで自分がね、特に強く期待している部分としましては、ストーリーの2人の方向性っていうのが早めにしっかり示されてほしいなっていうところがあります。2人の目的ですね。そしてですね、やっぱ何このよりも外しちゃいけないのが2人の関係性、絆のね、深まっていく描写に期待していきたいなと思います。皆さんがね、期待する部分だとかですね、注目したいと思っていることなんかもまた教えていただければ嬉しいです。本編外の話としましては、こちらの作品ナロー版が今でもね無料公開されていますので、その今回のね話を見た後に原作チェックするみたいなところもね、できるかもしれません。またこの辺はね詳しい方よろしければ教えていただけると嬉しいです。あと公式ホームページなんかもですね作られていて、キャストさんの色紙なんかもね並べられていますので、こちらもチェックしてみてはいかがでしょうかという、そんな感じです。個人的な余談としましては、今回のね、アニスとティルティのやりとりはねすんごい微笑ましくてよかったですね。お前の方がカスなんだがみたいなね、このなんかオタクっぽい喋り方は可愛かったです。で半年前のこのてめえどこ中だのそのリコリコを個人的にちょっと思い出したりしたんですけどね、同志はいらっしゃるでしょうか。はい、最後までのご視聴ありがとうございました。点々の1話のね紹介と感想考察なんかを共有させていただきました。まだまだ未知数ではあるんだけどすごく期待させてくれる1話だったと思いますので、間違いなくねしばらく追っていくことになると思います。動画を出し続けるかはまだ未定ではあるんですが、ライブの方ではね、語っていこうかなと思ってます。こんな感じでこのチャンネルでは、僕がちょっとねその感想を共有したかったりだとかね深めたいと思ってる、作品についてですね動画を出したりしてますし、ライブで皆さんと語っていますので、一緒にね楽しみながら考え方とか見方を深めていきたいなという方はねご一緒いただければ嬉しいです。ではではご視聴ありがとうございました。また次回の動画で。